皆様こんにちは、パワー X の社長の伊藤でございます。本日は、パワー X の新商品の、発表を、させていただきたく配信をさせていただいております。我々パワー X はですね、永遠にエネルギーに困らない地球、日本のエネルギー自給率の向上、これを大切にした、開発を行っておりまして、今は大型の軽糖用蓄電池を作っておりまして、電気がまさに余ったら充電して足りなくなったら放電するような、とにかくエネルギーをくまなく使うというものを作ってるんですが、その心で今回はこれから先日本にものすごく必要になってくる電気をたくさん使うもの、実はデータセンターについて本日は新商品をご紹介差し上げたいと思っております。それではちょっとスライドを使ってご説明させていただきたいと思いますので、こちらの方ご覧くださいませ。まずですね、私どもの、背景としまして、これアメリカと日本が映っておりますが、これAI データセンターの各国における電力の使用量を示しております。今アメリカが790万キロワットということで、ものすごい AI データセンターが今動いてるんですね。一方でなんと日本はその100分の1以下の7万キロワット分ぐらいしか AI データセンター電力供給が行われてません。つまり結構出遅れてるのかなという印象でございまして、我々日本人として AI 使ってないわけじゃないですよね。ただこのデータセンターたちが日本に今ないわけです。でこれからどんどん日本に AI データセンター、さらにあらゆる種類のデータセンターが増えてくるはずなんですが、そこの大きな実は影響が電力に起きています。こちら見ていただきますと、これは電力がどれだけこのデータセンターの増加に伴って必要になるかという試算なんですが、2034年には2567億キロワットアワーということで、もう想像もできない量です。これ実は東京都がもう一個増えるぐらい電気が追加で必要になりますので、ちょっとやそっとの発電所を増やしたりとかいうことではございません。また発電所もですね、今新設で火力発電というのが増えてるわけじゃないんですね。なので原発の再稼働はやるんですけれども、結局我が国においては原発の再稼働と太陽光などの再生可能エネルギー、これに蓄電池を組み合わせた電力供給に依存することになろうかと思います。なのでデータセンターの取り巻く大きな問題、課題2つあるんですが、まず1つ目の課題としてはその電力なんです。つまりデータセンター作りたいんですね。作りたい人はたくさんいるんですが、電力が空いていない、供給が受けられない。でさらに空いていないという言葉も、常時電気が供給受けられないわけで、瞬間的に受けられないことがあってもやっぱり作れないっていうのが問題なんです。まさにこの値差を取っていかないといけなくてですね、今これ記事なんですが、電力で15年待ちみたいなことがもうずっと起きてしまっているので、アメリカとのこの差が今存在するわけであります。で日本の電力をちょっとおさらいをいたしますと、基本的には火力が非常に多い。で今原発の再稼働と太陽光で、太陽光の方は原発が再稼働するとやっぱ余るんですね、昼間の間。で昼間の間なんでたくさん電気が供給できるんですが、夕方夜間早朝には電気がたくさん供給できないわけです。でもデータセンターは24時間たくさん電気を使うんです。つまり昼間余ってデータセンターがいらないよという電気を電池に貯めて夕方夜間使えば、結局一日中鳴らすことができますので、蓄電池とデータセンターの相性は極めていいんですね。で2つ目の課題です。じゃあ電力の課題を何とか解決したとしても、問題は今度は建設、建物の方でございます。今のデータセンターというのは巨大な建物になっています。で巨大な建物の中にラックをたくさん入れて、で集中的な冷却を入れて変電を入れて、でコンピューターをダーッと並べて稼働を開始します。つまり建物の建設を、それもものすごく大きくて電力的にも冷却的にもものすごく複雑なものを建てなければいけないので、そのためのまさに今部材の高騰や人材の高騰、こういったことが大きな問題になっています。こちらの記事でもそうなんですが、まさに人が足りない、さらに資材が上がっているということで、どんどん超納期化しておりまして、建物が建つのがもう平気でもう5年先とか、さらに電気も10年先まで来ないというような、こういう問題を解決せねばなりません。そこでちょっとおさらいなんですが、パワー X の製品、何を我々作っていたかと申しますと、弊社は蓄電池を
コンテナに入れてコンテナ型蓄電池、軽ト用蓄電池として売っています。つまりコンテナの設計ですね。でコンテナの中には実はラックがございまして、でそのラックの中に電池が入っていて、それを冷却していて、で全ては直流で動いているんですね。つまりこのシステムの設計、冷却の技術、直流の技術、これ全部我々実はずっと電池で作ってきておりまして、でこの製品最後にうちの工場で大量生産しております。でこの動画を見ていただくと、まさに電池の中というのはコンテナが開いて電池を押し込んでいる映像があるかと思いますが、まさにこれはラックに電池を押し込んで全部配線して冷却つけてっていうことをやる作業なんです。ということでちょっとおさらいをすると、パワー X が何が得意な会社なのかといいますと、こういった完全に密閉されたコンテナのような箱、ここをしっかりパッケージングして作り込むこと、中で直流技術を制御して動かすこと、さらに蓄電池を持つことで全部を冷却すること、ましてやこれを最後全部工場で大量生産することがうちが得意なことなんです。つまりこれを全部先ほどのデータセンターの問題に適用して、今回は全く新しい商品を作ってみましたので、実はご覧いただけますので、ちょっとご一緒にこちら来てください。ということで、こちらが我々の新商品メガパワー DC です。これまさにデータセンターをコンテナの中に入れて蓄電池と組み合わせた全く新しい電池とデータセンターを大量に生産する商品でございます。こちらご覧いただくとですね、この2つのスペースにしか、ちょっとプロトタイプで巨額なものでもありますんで、ここに2つですが、ここに NVIDIA さんの H200 が16枚こちらに挿入されております。同時にこの右側ですね、こちらには 800kWh の水冷型の蓄電池が挿入されております。つまりこれは2つしか今日入ってませんけれども、この左側にダーッとコンピューターを入れて、右側に電池を入れて、これでまさに電力とさっきの建物の2つの課題を我々解決できるというふうに考えて作っております。ちょっとまたスライドに戻りまして、この商品についてご説明を差し上げます。ということで、これがコンテナ型のデータセンター。蓄電池も入っていて、全部この中で冷却しておりますので、外と、例えば水道をつなぐ必要とか、こういうことはございません。さらにこの商品は我々の工場で大量生産することができますので、非常に低価格でお出しすることができます。このコンテナデータセンターのスペックですございますが、これはですね10フィートのコンテナになりますので、非常に小さなサイズ。一方で IP55 または IP65 ということで非常に密閉性が高い仕様になっております。で、最大でですね、この NVIDIA さんの例えば H200、このくらいのいわゆる高性能 AI コンピューターであれば、なんと160機まで搭載することができまして、実にその場合633ペタフロップということで、ものすごい演算量をこの小さなパッケージングに挿入することができております。またこの蓄電池型、さらにデータセンターコンテナ、これたくさん置いていきますと、これを全部つなぐことができます。つなぐ際には NV リンクも可能でございますし、距離が近ければインフィニバンドなどにも対応することができ、一般的なデータセンターで挿入されているような、導入されているような消火耐火装置、こういったものも全て挿入することができる、そんな商品になっています。ということで、これをちょっとスケール感についてお話を差し上げたいんですが、これ1台でですね、それなりのデータ処理量があるためですね、例えばなんですが125台これをつなぎ合わせればハイパースケールデータセンター同等ぐらいに処理能力としてはなってまいります。これを25台一緒にセットするとミドルスケールデータセンターになり、10台ぐらいでスモールスケール、さらに1台でもエッジデータセンターとしてご活用いただくことができますので、極めてスケーラブルです。で簡単にも完成品で大量生産されてますから、これを50台100台設置することは全く問題がないかというふうに思います。さらにこれはコンテナですから、
建物ではありませんので、これは建築申請が不要でございます。設置したら終わり、登記がいらないということで、設置までの納期がものすごく短いのも特徴で、当たり前かもしれませんが、建物に比べれば当然こちらの方が安価に施工することができます。つまり一般的なデータセンターはだいたい4年から5年ぐらい設置稼働までかかるところが、これは1年足らずで設置稼働が可能なデータセンターになります。でさらにコストでございますが、申し上げた通り建物に比べればそれはコストは低いですね。今だいたいデータセンターでメガワット単位のコストとして今だいたい 24.7 億円ぐらいというのが相場であるようです。一方でこの商品の場合はその 25% 減の 17.7 億ぐらいで施工することができますので、とにかくコストパフォーマンスが高いで納期が短い、まさに今最大の問題であるこの建物のところを我々解消していきたいというふうに考えています。もともとこのデータセンター我々でもですね欲しいなと自分で欲しいなと思った商品であったんですけれども、それは我々 AI の学習を蓄電池のために結構使います。自分たちもユーザーとしていわゆるクラウド型の AI を借りるんですけれども、それが実に1時間あたり2000円台ぐらい、2400円500円ぐらいの価格帯でございます。この商品ですと1時間あたりそれこそ600円台とかで運用することができますので、本当にコストパフォーマンス高く使っていただくことができることがこれでも分かります。ということで特徴としましては、コンテナですから大量生産してますから納期が早いです。さらに大量生産しているんでコストも安いです。で建物よりどう考えてもコンパクトで安く、さらに拡張性がたくさんあります。なので50台設置であろうが100台設置であろうが同じこのメガパワー DC で対応することができます。じゃあどういうところにマーケットがあるのかということなんですが、それこそですね大型発電所への併設というのが最近データセンターよく海外では見られる事例になっています。いわゆる大型の火力の横に作るケースなんですが、火力とか原発とかこういうところに作ろうと思ってもなかなかその敷地内に建物を作るというのはちょっとハードルが高いと。一方で火力側はまた発電所側は25メガワットぐらいなら供給可能なケースも日本でもありまして、この25メガワットだったら125台置いていただくと、なんとそこにハイパースケールデータセンターができてしまいます。なので大型発電所併設というのは結構日本でも大きなマーケットではないかと考えております。続けて蓄電所です。これは我々のもはや本業でもございますが、蓄電所はだいたい2から20メガぐらいのケースが多く、200キロワットから2メガワットぐらいの電力を供給することが可能な発電施設であることが多いです。この場合1台から10台ぐらい設置すると IT ラックでも最大60ラックいけますので、結構スモールからミドルスケールぐらいのデータセンターを蓄電所の横に構築することができます。で蓄電所で申し上げますと、我々はもうすでに140箇所の蓄電所に携わっており、我々が蓄電池のご供給を差し上げておりますが、こういった蓄電所様に追加でこのサイズですから1つとか3つとか置いていただくと、なんと我々が携わっている案件で3つずつ置いたとしても 2500IT ラックですから、それこそハイパースケール級の分散ではありますがコンピュート量を稼ぐことが可能になってまいります。最後にエッジです。このコンピューターがやっぱり近くにないと困るっていう使い方もあるんですね。これはまさに自動運転とか、さらにロボットを使ったフィジカル AI とか、レイテンシーが短くないといけない場合、これらの需要は都心部に多いんです。ただ例えば東京とか大阪にたくさん新たなデータセンターを作ることの難易度は高すぎます。そこで私どもはこのコンテナをエッジデータセンターとして、例えば駐車場、例えば高架下、今の都会の中の空きスペースに置いていただくと、まさにそういうフィジカル AI とか自動運転のレイテンシーが短いところにすぐに大型のコンピュートを持ち込むことが可能になっています。また現在の仕様でございますと、蓄電池が 800kWh ついてますので、AI コンピューターで固めたとしても4時間分の無停電の電力を持ってますので、もうこれは BCP 機能付きで私どもお納めすることが最初からできます。
さらにこれ工場とかですね、事業所、我々の工場でもそうなんですが、やっぱりデータセンターの部屋、サーバールームみたいなものを作ると非常に高いですし、工場は最近インダストリー 4.0 ということでかなりコンピュートが必要になってきておりますので、工場の駐車場にこれ1台置いていただければ、その工場のスマート化ができてしまうぐらい非常に簡単に導入できるデータセンターでございます。ということでビジネスモデルとしましては、私どもすでにですね、水面下でいろんなデータセンターの事業者様とお話をさせていただいておりまして、やっぱり各社様使い方が違います。なんでお客様がの必要な構成を我々がお作りしますので、お客様の方でこういう GPU、CPU、記憶装置、蓄電池の有無をお選びいただいて、我々に逆にその素材を送っていただければ製品化して工場から出荷をさせていただきます。で、メガパワー DC はなので AI だけではなく、クラウドからオンプレの代わりエッジ、ホスティング用、さらにさまざまな用途に使うことができるのが大きな特徴で、あらゆるデータセンターを非常に早く、非常にコストパフォーマンスよくお作りすることができるのが私どものメガパワー DC の最大の特徴だというふうに考えております。ということで、本日はメガパワー DCコンテナ型データセンターを発表させていただきました。これ実物含めてですね、実はこれ私どこにいるかと申しますと、弊社の東京のラボにおりまして、東京都内に我々の研究開発拠点があります。でラボの人間ですね含めみんな常にここで最新の開発を行っておりますが、まさにお客様やパートナー企業様含めてですね、実物のをご覧いただくことなんかもできるかなと思いますので、まさに今日の私どものお願いはですね、これ商品としてご関心をいただけそうなお客様、またはこの事業を一緒に取り組んだら面白いんじゃないかとお感じになっていただけるパートナー企業様を募集しております。ぜひともですねお問い合わせをいただいて、我々の新規事業の方でいろんなご商談をさせていただければ、我々需要が確認できればこの商品2027年から工場出荷できるように準備してまいりますので、もう1年足らずでマーケットインできる状態で準備しておりますので、これからしっかり需要を確認して多くの企業様とお取り組みをさせていただいて、晴れて大量にメガパワー DC をですね出荷していきたいというふうに考えております。ということでちょっと長くなってしまいましたが、本日はパワー X の配信をご覧いただきまして本当にありがとうございます。我々は永遠にエネルギーに困らない地球、さらに日本のエネルギー自給率向上のためにこういった開発を行っております。まさに今日本が必要な電力の課題と、これから競争力を維持するために必要なコンピューティングの課題、この2つにしっかり取り組んでいきたいと思い、社員一同頑張ってまいりますので、何卒ご連絡お待ちしております。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。